英語学習の時間がやってまいりました。How are you doing, everybody? 皆さんいかがお過ごしでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習 NHK ワールドニュースを使って私たちの英語力と情報力どんどん上げていきましょう。今回は南米エクアドルの治安激化、もはや制御不能というニュースを使って今南米、世界広いですけれども南米エクアドルで何が起こっているのか英語を学びながら情報力を上げていきたいと思います。まずこの NHK ワールドニュース、字幕ありで確認してニュースの概要を捉えていきましょう。次に NHK ワールドキャスターの上手な英語をお手本に思い出しながら私たちもしっかりと英語字幕を音読して日本人が一番苦手と言われている英語を話す力伸ばしていくために練習をしつつ難しい単語、ニュースの内容、詳細見ていきたいと思います。次に3番目は同じニュースを今度は字幕なしで確認して2番で学習した単語や内容をしっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのかリスニング力を中心にアップしていきましょう。ここまではインプットの練習ですね。この NHK ワールドニュースからしっかりと英語で情報を得てそして4番目はそれをアウトプットする練習していきたいと思います。この海に囲まれた日本、生活していると、普段の生活では英語を話す必要性ゼロですので、話さない英語、話せるようにはなりませんので、日本に住みながらですね、いかに英語を話していくのか、使っていくかというのが、スピーキング力アップに必要不可欠だと思います。その目的のために、マイクロソフトの生成 AI を搭載したチャットを使うと、なんと人間と会話をしているように無料でいつでも好きな時に英会話ができちゃいますので非常におすすめです。どのように活用しているのかデモンストレーションしますのでぜひ動画最後までご覧いただいて一緒に英語力と情報力ぐんぐん上げていきましょう。英研究家事チャンネル英語学習に使えるな、情報も取れるな、いいなと思った方は迷わずチャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは早速 NHK ワールドを使って南米エクアドルで一体何が起きているのか見ていきましょう。Let's get it started. それでは左側の NHK ワールドニュース、右側の原稿を使いながら見ていきたいと思います。原稿を読まれているところ、このようにカーソル合わせていきますので、必要な方はですね、参考にしてみてください。原稿がなくても聞き取れそうだ、聞き取りチャレンジしてみようという方はですね、左側の NHK ワールドニュースだけ集中してみていただければいいかと思います。それでは行ってみましょう。Let's try to understand the outline of this NHK World News with English subtitles on the right. Let's try it.The government of Ecuador says police have subdued gunmen who stormed the TV studio during a live broadcast in the major city of Guayaquil in the west of the country. Local media reported that the armed group temporarily took over the studio on Tuesday. The government says the police have detained 13 people. No casualties have been reported.The incident occurred amid a worsening security situation in Ecuador due to soaring drug trade-related crime. President Daniel Noboa declared a 60-day state of emergency on Monday. This follows the kidnapping of police officers soon after the leader of a major criminal gang escaped from prison. Following the assault on the TV station, Noboa said Ecuador is in a state of conflict.He also said he will mobilize the military to deal with the situation. さあ、いかがだったでしょうか。字幕ありでこの NHK ニュース見てみましたけれども、南米エクアドルの治安が大変なことになっているということで、大統領がですね、60日間のですね、ステートオブエマージェンシー、緊急事態宣言を発する。そして、ギャング、マフィアを抑え込むためにですね、ポリスではなくて、なんと、アーミーですね、ミリタリー、軍隊まで出動することになっている。出場する必要があるほど、この南米エクアドル。南米エクアドルだけではありませんけれども、ギャング、そして薬ですね。そういったことがですね、横行して、もう手のつけられないぐらいに治安が悪化してしまっているということですね。それでは次は2番目。この原稿ですね。NHK ワールドキャスターの上手な英語を思い出しながらしっかりと私たちも英語でスピーキングをしながら英語を話すことに慣れてですね、単語、そして内容を見ていきたいと思いますので、視聴者の皆さんもですね、ぜひ声が出せるという方は一緒に楽しく歌を歌うように、英語をですね、
スピーキングしながら内容を見ていきましょう。さあ、それではですね、左側の原稿、まず英語、音読をして、単語表現、チェックしながらですね、右側の日本語訳と照らし合わせて内容を詳細見ていきましょう。The government of Ecuador says police have subdued the gunmen who stormed the TV studio during a live broadcast and in the major city of the Guayaquil and the west of the country. ということで、エクアドル政府、主要都市のガヤキルというエクアドルの西部にある都市で、なんと生放送中にですね、テレビの生放送中にスタジオにギャングが襲撃してきた。そしてそれを警察が制圧したと発表したということですね。生放送ですから、それが、国中のテレビにですね、映っていたということで、この NHK でも使われていました。では、ここ、押さえておきたい単語表現ですけども、subdue というのはですね、抑え込む、制圧するという意味ですね。Google 自動翻訳を使うと自分の発音がしっかりとですね、通じるか確認できます。例えば、この音声入力による翻訳ボタンを押して、subdue ですね。subdue 抑え込む、征服するっていうですね、subdue 覚えておきましょう。subdue ですね。storm で押しかける、襲撃するっていうですね、storm 過去形になってますけども、storm ですね。嵐のように押し入ってくるっていうイメージで覚えるといいんではないでしょうか。storm ですね、動詞です。ライブブロードキャスト。生放送中にテレビスタジオにギャングが押しかけてくる国、それがエクアドルだということで、もう治安めちゃくちゃっていう感じですね。南米に行く方はですね、世界中、どこでも気をつけないといけませんけども、特に南米治安が悪いので、行く方は本当に気をつけた方がいいと思います。では、ここですね、覚えておきましょう。音読いきましょう。Local media reported that the armed group temporarily took over the studio on Tuesday. The government said the police have detained 13 people. No casualties have been reported. ということで、地元メディアによると、武装勢力、火曜日にその生放送中のスタジオを一時占拠したと報じて、政府は警察が13人を拘束したと発表。今後にも死傷者は報告されていないということですね。それではここを覚えておきたい単語表現ですけども、temporarily っていうのは一時的にというですね。took over、take over の過去形ですけれども、占領するということですね。占拠する、take over ですね。覚えておきましょう。detain っていうのは拘束するというですね。ここは、have detained 拘束した過去形になってますね。have detained certain people。casualties というのは死傷者ですね。no casualties。死傷者は誰一人として、報告されなかったということです。では、なぜこんなことになっているのか、この部分、音読をしながら内容を捉えていきましょう。The incident occurred amid a worsening security situation in Ecuador due to soaring drug trade-related crimes. President Daniel Noboa declared a 60-day state of emergency on Monday. ということで、なぜ起こったのか、この事件、麻薬取引関連犯罪の急増でエクアドルの治安がめちゃくちゃ悪化している中で発生したということですね。大統領のダニエル・ノボアさん、月曜日になんと60日間も2ヶ月間ですね、エクアドルに非常事態宣言を宣言したということです。で、ここ覚えておきたい単語表現。The incident。この出来事、occurred、起こったですね。起こった。amid 何々の中でですけども worsening というのは悪化している security situation 治安の中で起こってしまったということです due to これ理由を表す due to ですけれども soaring drug trade related crime ドラッグ薬の売買に関連する犯罪のですね soaring 上昇急増によって起こっているということですねもちろん南米ギャングですね、ギャンググループ一つだけではないので、そのテリトリーとかですね、薬の売買をめぐって抗争、紛争がめちゃくちゃ起こっている。そんな中で一般の人も生活をしているということですね。State of Emergency。これ、日本でもですね、コロナ禍の時に出ましたけども、State of Emergency で緊急事態宣言ということですね。今回エクアドルで出されたのは治安が悪化しすぎての緊急事態宣言が出されているということです。では次、ここ音読をして内容を捉えていきましょう。This follows the kidnapping of police officers soon after the leader of major criminal gang escaped from prison ということで、これは主要な犯罪組織のリーダーが刑務所から脱獄した直後に起きた警察官の、
誘拐事件に続くものであるということで、治安を維持する警察官さえもギャングに誘拐されたりする、殺されたりするということですね。This follows、このことは何々に続いた、何々の後に起こったということですね。何の後かというと、kidnap というのは誘拐ですけども、kidnapping of police officer ですね。警察官の誘拐、soon after 何々のすぐ後ということで、leader of major criminal gang、犯罪組織ギャングのリーダーがですね、prison、刑務所ですけども、刑務所から escaped from 脱獄した後、すぐにですね、警察官の誘拐というものがあって、そんな中で今回の生放送中のテレビスタジオが襲撃されたということで、もうエクアドルの治安むちゃくちゃっていう感じですね。で、次ここ見ていきましょう。Following the assault on the TV station, Nova said Ecuador is in a state of conflict. He also said he will mobilize the military to deal with the situation. ということで、このテレビ局への襲撃の後、エクアドルの大統領のですね、ノボア氏ですけれども、なんとコンフリクトという単語を使ってますね。エクアドル、戦争まではいかないけれども、ギャングと政府の紛争状態にあるですね。もちろん60日間もステートオブエマージェンシー、緊急事態が出ているということですね。そして大統領、事態に対処するために、ポリスではなくてミリタリー、軍を動員する。ギャングをですね、抑え込むために、警察ではもう立ち行かないということで、軍隊を導入するということですね。こんなことになっているのが南米エクアドルということです。で、ここを押さえておきたい単語表現ですけども、The assault というのは襲撃ですね。The assault in the TV station テレビ局への襲撃に続いて、その後で大統領がですね、In a state of conflict In a state of 何々の状態にあるということで conflict 紛争状態にあるということですね。政府とギャングの紛争状態だですね。そして mobilize というのは動員するというんですけれども、military なんとエクアドル軍隊、エクアドル軍を動員して抑え込む動きになってきているということです。さあ、治安の良い日本では考えられませんけれども、南米の国々、エクアドルではですね、本当に薬、ギャングの抗争、それに一般市民が巻き込まれてですね、本当にブラジル、エクアドル、ブラジルはですね、なんかラテンで楽しそうなサッカーのイメージありますけれども、本当に行くときはですね、命を守る決断をしていかなければならないぐらい南米は今治安が悪いということをしっかりとですね、情報、知識として覚えておくといいと思います。さあ、では次はですね、3番目。字幕なしでもう一度この NHK ニュースを見てみましょう。今度は字幕なしで2番目で学習した単語表現、内容をしっかりと英語のリスニングだけで聞き取れるのかチェックしていきたいと思います。それでは、Let's try to understand every details of this NHK World News about the situation of Ecuador without English subtitles. Let's try it. それでは字幕なしで見てみましょう。The government of Ecuador says police have subdued gunmen who stormed the TV studio during a live broadcast in the major city of Guayaquil in the west of the country. Local media reported that the armed group temporarily took over the studio on Tuesday. The government says the police have detained 13 people. No casualties have been reported. The incident occurred amid a worsening security situation in Ecuador due to soaring drug trade-related crime. President Daniel Noboa declared a 60-day state of emergency on Monday. This follows the kidnapping of police officers soon after the leader of a major criminal gang escaped from prison. Following the assault on the TV station, Noboa said Ecuador is in a state of conflict. He also said he will mobilize the military to deal with the situation. さあいかがでしょうか。字幕なしで NHK ワールド見てみましたけれども、しっかりと聞き取ってですね、字幕なしで理解できましたでしょうか。聞き取れなかったなという方は動画前に戻って何度も聞いてですね、自分の耳を英語のスピード、アクセント、発音、リズムに慣らしながらしっかりと英語力高めていきましょう。さあ、ここまではですね、このニュースから情報、英語を学びながらしっかり得れたと思います。インプットできたと思いますので、次はですね、その得た情報を英語を話しながらスピーチ練習をしてアウトプットする練習をチャットを使いながらやっていきたいと思います。
どのようにですね、練習に活用しているのか今からデモンストレーションしますので、皆さんもぜひいいなと思ったら参考にしていただいて、私たち日本人のですね、苦手と言われているスピーキング力、どんどん高めていきましょう。さあでは、今からデモンストレーションしていきたいと思いますけれども、この Microsoft Bing のですね、生成 AI を搭載した Copilot というチャットを使っていきたいと思います。話す前に2つ注意点があるんですけども、1つは言語設定をですね、英語で話しかけますので、日本語から英語に設定していますので、使う前は言語設定を日本語から英語に設定変更しましょう。もう1つ、このボタンを押して英語で話しかけますけれども、話している最中の間ですね、間が長くなると、このチャット、スピーチ終わったんだな、話終わったんだなと思って、聞き取り、強制的に終了しますので、well とかですね、接続詞なんかを使いながら、well, I'm thinking about みたいな感じで、声話してるな。まだスピーチ続いてるんだなということを知らせてあげないと強制的に終わって、聞き取りが終わってしまうかもしれませんので、この2つですね、言語設定を英語にする。そして間はですね、あまり長くならないように工夫するということを念頭に置きながら、あとは英語で話しかけると、なんとこのチャット、人間のようにですね、話した内容に対してしっかりと英語のスピーキングと文章で返してくれますので、英会話学習のベストパートナーになるんではないでしょうか。なぜか、無料でいつでも好きな時にできるからですね。それでは今からどのように、英会話しているのかデモンストレーションしますので、皆さんもぜひ見ていただいて活用いただければと思います。Let's practice speaking in English. では今からこのボタンを押してですね、このチャットと英会話を楽しんでいきたいと思います。では行ってみましょう。Hi Bing. Good morning. How are you doing today? I just checked latest news about situation of Ecuador, South America from NHK World News Japan. I am Japanese and I've tried to improve my speaking ability in English. So this is a kind of practice with you, Copilot from Microsoft. So I'd like to share that latest news I got by speaking in English with you. And this is a practice of mine, so if I spoke wrongly in English, please let me know and correct me. Are you support me? Are you going to support me? こんな感じで話すとですね、スピーキングと文で返してくれます。Good morning. I'm doing well. Thank you for asking. I'm glad to hear that you're practicing your English with me. I'd be happy to help you improve your English skills. Regarding the latest news about Ecuador, South America, I found an article on U.S. News that explains the current situation in Ecuador. According to the article, the country has been experiencing a surge in violence since the coronavirus pandemic, which has also severely impacted the economy. The government has reported that violent deaths have risen to 8,008 in 2023, nearly double the figure from 2022. The article also mentions that the new president, Daniel Noboa, has pledged to tackle the rising crime rate with his Phoenix Plan for security, which includes a new intelligence unit, tactical weapons for security forces, new high-security prisons, and reinforced security at ports and airports. I hope this information helps you with your English practice. If you have any questions or would like me to clarify anything, please let me know. I'm here to support you. Thank you very much for your additional information. I'm talking about latest news I got year 2024 January from NHK World. According to that news, surprisingly, gang stormed into live TV broadcast and stormed into that live TV. Later, police announced that they detained these criminals. But the security situation in Ecuador has been worsening. And according to that news, President of Ecuador declared state of emergency for 60 days. And I feel that police is not enough to detain gang members. So that President of Ecuador announced that Ecuador military will be mobilized to tackle this problem. So I can guess the situation, including Ecuador, in South America is so terrible, so bad.
Thank you for sharing the latest news from NHK World with me. According to the news, a gang stormed into a live TV broadcast in Ecuador and the police have detained the criminals. However, the security situation in Ecuador has been worsening, and the president of Ecuador has declared a state of emergency for 60 days. The president has also announced that the military will be mobilized to tackle the problem, as the police are not enough to detain young members. It's unfortunate to hear that the situation in Ecuador is terrible and bad. I hope the situation improves soon. If you have any other questions or would like me to clarify anything, please let me know. I'm here to help you practice your English skills. Thank you very much for your feedback and information. I think that World Bank and IMF predict the economic situation in year 2024. This year will be worse than last year, 2023. So if world economic situation has been going down, I guess security situation, especially in developing countries like countries in South America or anywhere else in the world, will also be deteriorating, I guess. So what do you think about this point? I guess not only Ecuador, but this kind of criminals, gang-related criminals or some criminals act related to the national security will be increased amid deteriorating economic global situation. Do you think so? Or do you have your opinion about this point? You're welcome. According to the World Bank's Global Economic Prospects Report, the global economy is expected to slow down in 2024, with developing economies projected to grow just 3.9%, more than 1 percentage point below the average of the previous decade. The report also mentions that the COVID-19 pandemic has caused significant economic and social losses, which could lead to a rise in poverty and unemployment rates. It's true that a deteriorating economic situation can lead to an increase in crime rates, especially in developing countries. However, it's important to note that there are many factors that contribute to crime rates, and it's not always directly related to the economic situation. For example, political instability, social inequality, and lack of education can also play a role in increasing crime rates. It's unfortunate to hear that the security situation in developing countries like South America is deteriorating. However, it's important to remain hopeful and work towards creating a safer and more secure environment for everyone. I hope this information helps you with your English practice. If you have any other questions or would like me to clarify anything, please let me know. I'm here to help you. Thank you very much for sharing your ideas and opinions. So while I was listening to your opinion, one question came to my mind. That is, which countries in the world is most dangerous countries from some information sources? Do you have this kind of information? Maybe world's top 10 worst security situations country or like that. If you have, please share me for my information. 世界で最も治安の悪い10カ国あったら教えてっていうことで聞いてみました。Thank you for your question. According to the Global Peace Index, GPI, report by the Institute for Economics and Peace, Afghanistan is currently the most dangerous country in the world, followed by Yemen and Syria. The GPI report evaluates 163 countries on 23 indicators like political terror and murder rate to gauge national safety levels. The factors analyzed in the report are grouped into 3 different areas: safety and security, ongoing conflict, and militarization. Here are the top 3 most dangerous countries in the world according to the GPI report. Afghanistan. The country has been in a state of conflict for decades, with the Taliban insurgency and the presence of foreign troops contributing to the violence. Yemen.
the country has been in a state of civil war since 2015, with the Houthi rebels fighting against the government forces. Syria, the country has been in a state of civil war since 2011, with the government forces fighting against various rebel groups. It's important to note that the GPI report is just one of many sources that provide information on national safety levels. There are many other factors that contribute to the safety and security of a country, such as political stability, social inequality, and education. I hope this information helps you with your English practice. If you have any other questions or would like me to clarify anything, please let me know. I'm here to help you. Thank you very much for your very important information and interesting information. Now I understood that point. By the way, I am Japanese and Japan is said to be one of the most safest country. So vice versa, could you tell me the safest, most safety country in the world, top 3? Japan is included in top 3 ranking as most safety country in the world. And it's time for me to finish speaking practice. So at the beginning, I asked you your opinion about my spoken English. How was it? My spoken English is good? If you notice some mistake or like that, please let me know. You're welcome. According to the Global Peace Index, GPI, report by the Institute for Economics and Peace, Iceland has been ranked as the safest country in the world for the 14th year in a row, followed by Denmark and Ireland. Japan is also among the top 10 safest countries in the world, ranked 9th in the GPI report. Here are the top 3 safest countries in the world according to the GPI report. Iceland, the country has been ranked as the safest country in the world for the 14th year in a row, with a GPI score of 1.12. Denmark, the country, has a GPI score of 1.31. Ireland, the country, has a GPI score of 1.31. It's great to hear that you're practicing your English speaking skills, and I'm glad that I could help you. Your spoken English is good, and I didn't notice any sound mistakes. Keep up the good work. If you have any other questions or would like me to clarify anything, please let me know. I'm here to help you. こんな感じでデモンストレーションしてみましたけれども、マイクロソフト Bing、チャットですね、コーパイロットを使うと少し間があったりしますけれども、まるで人間とですね、会話をしている感じで、いつでも無料で好きな時に英語を話す機会が得れます。そして、生成 AI 搭載していますので、たくさん情報をですね、関連する情報を教えてくれますし、例えばですね、治安という意味では、世界で最も危険な治安の国どこなのというと、アフガニスタン、イエメン、シリア。こういう会話をしているとですね、じゃあ日本、安全って言われてるけど、世界で一番安全な国どこですかって聞いたらですね、こういうふうに、アイスランド、デンマーク、そして、アイルランドですね。北欧の国々が安全だ。そして日本はですね、世界の9番目に安全と言われていますよというような感じで、どんどん情報も出してくれます。そして、もっと深く知りたいと思えばですね、インターネット上のこういう関連するリンクですね、もう掲載してくれてますので、これをクリックすると、さらにですね、そのページに飛んで深く情報を知ることができるということで、本当にこのマイクロソフトのコーパイロット、チャットを使うと、今デモンストレーションしたようにですね、日本人が苦手と言われているスピーキング力、どんどん英語を話す練習ができてですね、高まっていくと思いますので、ぜひ視聴者の皆さんもいいなと思ったらやってみてください。いかがだったでしょうか？今回の時事ニュースで英語学習、NHK ワールドニュースを使って南米エクアドルの治安が激化している。もはや軍隊が出ないとですね、制御不能な状態になっている緊急事態宣言、60日間大統領から出されているというニュースを使って、世界の広い、いろんな国がありますけれども、インターネットでですね、こういう情報が得れるというのは非常にいいかと思います。引き続き、英検1級家事チャンネル、英語学習に使える動画、そして情報力アップできる動画、どんどん上げていきますので、いいなと思ったら、チャンネル登録ボタンのクリック、高評価ボタンのクリック、よろしくお願いします。お友達に
英語を勉強している方がいればですね、英検1級家事チャンネル、英語学習に使えるよということで、チャンネルの共有、宣伝していただけるとありがたいので、応援もよろしくお願いいたします。Thank you very much for watching my video till the end. I hope we could learn a lot of new information and important information as well as new English vocabularies and expressions.I hope you will check my next video as well after subscribing my channel, aka EQ channel, and giving me good evaluation button as well. Thank you for watching. Have a good day. Goodbye.